さあ日暮れ、真っ暗で見えないな。まあでもこれぐらいがちょうどいいか。前回和歌山県の心霊スポットということで調べたところ、蛇島という紀の川の真ん中にある紀の川の中州みたいになっているところの、島の中に心霊スポットみたいになっているという情報があったんで、それをチェックしに来ました。チェックというか確認。なんで心霊スポットになったんかっていうと、紀の川が台風で、川が台風で増水する。でその度に上流から死体が流されてきてこの島に引っかかると。でそこで死体が流れ着く島と呼ばれていましたね。本当にそうなのかっていうことで、昔の、言われ、蛇島という言われを調べたところ、台風のたびに上流から蛇が大量に流されてきて、こう島に流れ着いていっぱい住み始めて蛇まみれになったと。だから蛇島と呼ばれています。何らかの漂流物が台風のたびに流れ着くというのは本当みたいですね。だから蛇が流れ着くってことは、ゴミおよびそういう遺体が流れ着いてもおかしくはないよね。というわけでその蛇島の中にちょっと入って探索してみようというわけで、本当に心霊スポットっぽいのか検証してみます。橋の正式名称は厳島橋。この傘は何なんだ。おばちゃんの傘やな。おばちゃんの傘。この橋を渡ると向こうに島があって、でここが蛇島と言われている島ですね。何これ。何これ、やばいじゃん。なんでこんなところロープっぽいのあるのこれ。なんか書いてありますね。これ何これ。木図ガニ。木図ガニ。木図ガニのなんか罠か。木図ガニ用の罠を橋の上から投げてたってこと。こんなんちょっとなんか一瞬ビビるやんこれ。めっちゃあるぞここに。このなんか釣るためのやつみたいな。ただこう交通量多いし全然普通に怖くないよな。普通に交通量多いからな。吊り橋だけど全く揺れん。めっちゃ頑丈な吊り橋。でこの先にこう神社があって、なんか以前ここになんか照明があって、普通にここだけポーっとなんか明るく浮き出しているような感じやったんやけど、今もうなんかあれやね、省エネかなんか知らんけどこう照明がついてないから真っ暗の神社。とりあえず神社行きましょう。これ何これ。めちゃめちゃボルトでかいですね。この吊り橋用のワイヤーを吊ってるこのボルトっていうか、なんていうの、ボルトか、サスペンションの根元みたいな状態のやつ。このボルトのでかさめちゃめちゃでかいからね。これ普通のボルトと同じ形なんだけど、ほらもう完全にバイクのリアアクスルボルトのような感じですけど、サイズめちゃめちゃでかいという。ここだけちょっと面白いな。吊り橋とか明石海峡大橋とかああいうの全部こういう構造になってんかな。で神社がありまして、厳島神社。よく聞く名前やね。厳島神社。これ蛇島の真ん中にある神社です。紀の川の真ん中にあるけど左右が道路で挟まれていて、で交通量結構多いので、どちらの道路も車のロードノイズが普通に騒々しいという感じの神社ですね。びっくりした。ここにテーブルがあります。ここで休憩できるな。
なぜこの島が蛇島と呼ばれるようになったか。蛇島の由来、かつて紀の川が増水した時に大量の蛇が流れ着いた島だからという説が有力。そのままですね。蛇島イコール蛇が流れ着いた島で、その蛇に混じってごくごくたまに人間の遺体が流れ着くと言われていて、それが怪談として一部の間で語り継がれているみたいね。でもここマジで心霊スポット感あんまりないね。蛇島という名前、そして死体が流れ着く島っていうネームバリューから想像する場所とはちょっと違って、これなんかちょっと微妙にあったかいしね。生あったかい。県立自然公園船岡山、これが正式名称で、別名蛇島と言われている島だね。なんかこういうの流れ着いてますね。これ切り株っぽいのが流れ着いてる。漂着物が多いな。 J リーグのシール、これなんでこう下に降りられるみたいなんで、ちょっと下見に行くかな。この階段から下に降りられるようですね。川まで降りてきました。ここに流れ着くと、こういうところに流れ着くんかな。ちょっとこう浅瀬になってて、多分増水した時にこうバーって流れるけど、水が引いたらこういう感じ、岩がゴツゴツしてるから、そういうところに引っかかって残っている感じかな、イメージとしてはね。なんか小魚いるぜ、いっぱい。小魚これね、川ムツかなんかですかね。イカナゴぐらいのサイズ。すげえ生臭いっていうか、なんか魚の匂いする。魚いっぱいいるやん。ここ小魚溜まってますね。空襲警報、突如空襲警報が発令されている。この上登ったところに蛇島がある。これ段差がすごいね。20メートルぐらい落差がありまして、だから島自体に流れ着くというよりは、島の横のこういう浅瀬のところに流れ着くんでしょう。でその流れ着いたっていうのも、いつの時代の流れ着いたのかな。階段を登ってまた戻ると、なんかアヒルおるみたいな、アヒルの声がするな。階段登って上に戻ると、急な階段やなこれ。というわけで、一通り回ってないけどちょっと見た感じ、なかなか普通の島という感じでしたけど、夜に来てみましたけど、そんなにやばいなという空気は感じませんでしたね。休日ということもありますが、なかなか交通量多くて想像し道路が、なので全然心霊スポットに来た感じは全くないですね。多分これ真夜中来たらそれなりに怖いかもしれない。特にでも神社があるだけで特に何があるっていうわけでもないですよね。釣り橋を渡って神社があるというだけで、その神社もそんなに怖くはないですね。ただ実際そういう死体が流れ着いたりするのかよっていう話なんだけど、釣りしてる人なら結構遭遇したことあると思うんですけど、2、3度は何らかの動物の哺乳類の遺体が川に打ち上げられているという、流れ着いているという光景、実際最近では1年前に川で首輪がついた白骨化した犬の死体を発見したことありますね。それも動画で撮影したんですけど、ちょっとアップするのは無理だなということでアップしないですけど、ちょっと小型犬っぽいけど首輪がついてて犬と分かるという、それが半分骨になってた状態で、毛とかそのまま残ってんやけど、毛皮が半分骨になった状態でミイラ化みたいな感じ、中の肉は腐って落ちてるけど皮とか残ってる感じで、その状態で河原で普通に寝そべってた。
増水した川ではそういうのが流れてくるね。どういういきさつで上流から首輪付きの犬が流れてきたいきさつは分からないけど、なんか人為的なものを感じるような。普通犬って溺れへんやん。とりあえずじゃあ蛇島に関してはこんな感じですね。そういう島ということで、昼間来たら結構風光明媚な場所かもしれない。風光明媚でもないか。ただ吊り橋がかなり豪華なので、吊り橋なのに全くびくともしないというね。じゃあ戻ってきましたね。戻ってきた。向こうが島なんやけど真っ暗で見えないね。蛇島真っ黒で見えません。でここに駐車場があるんやけど、この駐車場でなんか車ずっと止まってて、でその車の中で亡くなってるっていうことが以前あったとかなかったとかいう話聞いたことあるよね。ここなんか結構常に誰かが寝てたりするんやけど、車の中で誰も来んから、田舎ってそういうとこあるやん。そんな車の中で亡くなってたっていうこともあったようですね。